はい、皆さん、こんにちは。綾乃です。今日もよろしくお願いします。皆さん、普段話している日本語がどんな言語なのかというのを考えたことがありますか？日本語を外国語として教えるためには、その言語、日本語ですね。日本語の特徴を知る必要があります。今日は他の言語と比べてみて、日本語にどんな特徴があるのかというのを一緒に考えてみましょう。まず、文節です。日本語には文節というものがあります。例えば、例文を見てみましょう。昨日、私は公園で2時に友達とサッカーをしたという例文があります。この例文は、昨日、私は公園で2時にサッカーをしたというふうに区切ることができますよね。これなんか感覚的に無意識に区切ることができます。よく昨日私ね、友達とね、ねが入るところですよね。そこを感覚的に区切ることができます。この区切りの一つ一つを文節と言います。日本語では基本的に単語からこの文節を作って、それを並べて文を作っていると言えます。日本語の特徴を知るためには、この文節という単位がとても重要になってきます。はい。そして次は語順についてです。語順は言葉の順番ですね。2つの例文を比べてみましょう。日本語と英語の例文です。例えば、私が夕食を作ると I cook dinner ですね。はい。この2つを比べてみましょう。まず、日本語の文を分析してみます。基本的に誰がに当たる部分を主語と言います。これは S で表されます。この文では私ですね。そして次に何をに当たる部分、これを目的語と言います。そしてをで表されます。この文では夕食ですね。そしてどうするに当たる部分、これが述語と言います。これは V で表されます。この文では作るですね。なので日本語は S、O、V という順番で並んでいることがわかりますね。はい、そして次、英語です。英語の文を分析してみると、I、これは主語ですよね。主語なので S です。そして、cook です。cook、これは述語に当たるので V ですね。そして、dinner、これは目的語なので O ですね。なので、英語は S、V、O という順番で並んでいることがわかります。はい、この2つ、日本語は S、O、V で、英語は S、V、O ですから語順が違います。これは日本人が英語を勉強し始めた時に難しいと感じる原因の一つですよね。同じく英語のような S、V、O の語順の話者はこの日本語を学ぶときに語順で難しいと思うことが多いです。日本語と同じ S、O、V の言語は日本語の他に韓国語、あとはモンゴル語、トルコ語などがあります。そして英語と同じ S、V、O の言語は中国語、スペイン語、フランス語、タイ語などがあります。それから語順に関してもう一つ面白い特徴が日本語にはあります。日本語の場合、基本的には S、O、V という語順なのですが、この語順が変わったとしても、基本的には意味は変わらないという特徴があります。
例えば、この文を夕食を作りました。私は。という文にしても、ニュアンスの違いはあるかもしれませんが、基本的に意味は変わらないですよね。これは日本語の助詞ですね。助詞というのは、がとかにとかおですね。この助詞が文の中でどんな役割をするのかというのを示しています。私だけでは、その私というのが文の中でどんな働きをしているのかわからないですが、私がだったら主語、私をだったら目的語を表しているとわかりますね。つまり、日本語は助詞が重要で、語順はあまり重要ではありません。なので、語順が変わっても意味は変わらないということなんですね。でも、英語の場合、語順が変わるとどうなりますか？さっきの例文を見てみましょう。I cook dinner ですね。I cook dinner を dinner cooks me にしてみましょう。これ、夕食が私を作る。夕食が私を調理するという意味になってしまいますよね。それに、I が me になっていて、クックがクックスになってますよね。このように語形の変化もあります。これは日本語と違って英語では語形や語順が文の中でその役割が示されることが多いということができます。英語にも日本語の助詞と似た前置詞というものがありますが、でもやっぱり英語の中で比較的語順というのは重要度が高いということができます。この世界の言語の語順は SOV と SVO が多いんですが、他に VSO とか VOS の語順の言語もあります。はい。では、今回の動画はこれで終わりです。今回は日本語の基本的な特徴についてお話ししました。日本語の語順は SOV タイプですね。日本語の他に韓国語などがこの語順のタイプです。そして英語。英語は SVO タイプですね。他に中国語などがこの語順のタイプですね。日本語の面白い特徴というのは他にもまだいろいろありますので、またいつかお話ししようと思います。このチャンネルが役に立った、面白かったと思った人は、いいね、コメント、シェア、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。